朝日今何してんの？今宿題してる。宿題。ああ、なるほどね。英語の現地校の。朝日ズイングリッシュで現地校の宿題の話してみるか。いいよ。こんにちは、朝日です。父です。というわけで、今日はアメリカ現地校の宿題を紹介します。最後にこの動画の中で出てくる英語をすべてまとめているので、ぜひ最後まで見てください。よろしくお願いします。ちなみにこのチャンネルではアメリカの小学校に通う僕が毎日学校で使っている英語や学校の様子、アメリカでの生活についてお話ししています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では始めていきましょう。今日のテーマは宿題ということで、現地校で、ネイティブの小学生たちが、毎日どんな英語の宿題を、こなして、英語を身につけていっているのか、これを紹介していこうということなんですが、どんな感じで宿題が出ているのか教えてもらっていいですか？僕の学校では毎週すべての学年、すべてのクラスで宿題が出ます。実際の宿題を見ながらどんな宿題が出ているのかをご紹介したいと思います。いいですね。実際の宿題見せてもらっていいですか？まずこれがホームワークパケット。宿題パケットです。プリントがだいたい3枚ぐらいホチキスで留めてあるもので、これを毎週月曜日にもらって金曜日に提出する。で、その提出日のことをdue date って言ったりします。6ページぐらいありました、今裏表が印刷してある。そうだからだいたい6ページぐらいですね。6ページから5ページって感じ。6ページの宿題が出ています。で、内容は reading、math と writing です。3つあるんだね。はい。じゃあそれぞれ見ていきましょうか。まず最初のリーディングは読書です。日本の学校ではよく国語の教科書を何ページから何ページを読んできてくださいっていう音読の宿題がよく出てきますが、僕の学校では毎日最低20分読書をするというのが宿題になっています。英語でなんてインストラクション書いてありますか？ Read a minimum of 20 minutes each day。毎日20分読むようにというふうに書いてあるということですね。はい。どんな本を読んでるんですか？自分で好きな本で何でも OK です。なんか決まった推薦図書みたいのがあるわけじゃなくて、もう好きな本を20分読めばいいと、そういう宿題なんですね。で、朝日はどんな本をこれまで読んできたの？自分で好きな本、何でも OK だったから、まだ英語がわからないうちは日本語の本でもいいって言われてたかな。ちょっと驚いた。英語の学校なのに日本語の本を読んでもいいっていうことに。これがね、僕としてはすごく驚きで、英語の学校に行っているのに日本語の本でもいいから読んでくださいというのがすごく最初びっくりしました。とにかく本を読むことに慣れましょうっていうのが宿題の意味の一つでもあるんだろうね、きっと。多分そうだね。で、他にもグラフィックノーベル、漫画でもいいし、フィクションでもいいし、ノンフィクションでもいい。僕は学校でリーディングアプリのアカウントをもらっているので、そのアプリを使って読んでいます。なんていうアプリで読んでるの？Learning A to Z っていうアプリ。ラッツキッズっていうかな。で、それは、リーディングのレベル別に短い本がたくさん入っていて、で、自分で選べるようになっているの。で、読んだら最後の理解度チェックのクイズ、つまりコンプレヘーションクイズがついてる。毎日20分でだいたい2冊くらい読み終わるくらいの長さと難しさの本を読んでるかな。自分のリーディングレベルに合ってるから、20分で2冊、10分で1冊読めちゃうぐらいの難しさの本が、たくさんアプリで読めるっていうことね。Learning A to Z についてはこちらの動画でも紹介しているので見てください。じゃあそれでリーディングの宿題は終わりってこと？リーディングが終わったらホームワークパケットのリーディングログ、
こんな感じですね。に、ページに日付、本のタイトルと作者、何分読んだかを書いて、で、その後に、ここの大きい四角に、まあ、その本を読んで分かったことを2つ書いて終わり。日付は日付は横に書く、大体。date っていうんだね。そう、date。で、本のタイトルは、タイトル。この辺はよくまあ、普通だね。出てくる英語かもね。作者。英語でなんだ author。もう一個 author。で何分読んだかっていうのは何て書いてあるの？ time spent reading って書いてあります。で、分かったこと2つっていうのは？ two things I found out from my book today って書いてあります。で、これらを書いてリーディングは終わり。読みましたよっていう証拠にするとはいいうことですね。はい、ありがとうございます。はい、では次に算数について見ていきましょう。算数はどんな宿題が出るんですか？まあ、算数はその週や前の週に学校で勉強したことの練習問題のプリント。まあ、両面1枚分ぐらいですね、紙に。例えばどんな宿題が今週出てますか？見せてもらっていいですか？例えば今週の宿題は学校で分数を習っているので、ベンチマーククラス、つまりは、まあ、比べやすい分数とか、まあ、数直線、ナンバーラインを使って分母の違う、まあ、分数の大きさを比べる問題が出ました。例えばベンチマークフラクションで、例えば2分の1とか3分の1とか4分の1とか、よく出てくる分数、イメージしやすい分数、これとどっちが大きいどっちが小さいっていうような問題かなと思うんですけど、はい、具体的にどんな問題文の問題が出てるのかちょっと見せてもらっても読んでみてもらっていいですか？例えば、まあ、これは compare 3/8 and 3/6 using benchmark fraction。 つまり、まあ、3分の8と3分の6を分かりやすい、つまり比べやすい、まあ、分数にしてどっちが大きいかを答えなさいっていう問題ですね。なるほどね。ありがとうございます。で、まあ、ナンバーライン、数直線の方は、じゃあ例えばこれ。The first number line below is divided into 6 equal parts。下の数直線は6つの、まあ、グループに分けられています。1、2、3、4、5、6。はい。で、The second number line below is divided into 12 equal parts. Label each number line. つまり下の段は12個のグループに分かれています、って書いてあります。で、そこの四角、こういう四角の中にその当てはまる、まあ、フラクション、つまり分数を書いてくださいってことですね。1を6個に分けてるから6分の1ずつ増えていくっていう一つ目の数直線と、12に分けてるから12分の1ずつ増えていくナンバーライン、数直線と、それぞれ空欄を埋めていきましょうみたいな問題かな。まあそんな問題ですね。日本語になるとすごく分かりやすいけど、英語で書いてあるとそもそもその文章が分からないっていう、ね、文章が最初の方ね。はね、分かんない。まあそういう宿題パケットの中にある算数のプリントをすべて終わったら、まあ、算数の宿題は終わりです。はい、ありがとうございます。はい、それでは次にライティングの宿題について話を進めていきたいと思います。まあライティングは作文だね。まあ毎週もう作文の宿題が出るから、多分それが一番大変だと思う。そうだね。ここには一番時間かけてたね。まあ最初は大変だったけど、少しずつ慣れてきて、まあ書けるようになってきたね。ちなみにどんなテーマの作文を毎週書くの？例えば、まあ毎週違うテーマなんだけど、ね、まあライティングプロンプト、こういうことを書きなさいっていう指示があって、
でそれに沿って15分間思いついたことを書き続けるっていうのが毎週の宿題。15分書くってなかなかだね。で今週の宿題は例えばどんなテーマ？今週の宿題は Write about your opinion on the issues of homework. Should elementary school students have to do homework? つまり宿題は生徒にとっているものかいらないものかっていうものですね。でそれをオピニオン、つまり自分の意見を書く。でその後に You can begin with in my opinion、つまり小学オピニオンライティングの宿題で最初の in my opinion っていうのはスタートの言葉とかそういうのをexample、例を挙げてくれる。でその writing prompt には意見をサポートする2つの理由 two reasons と理由をサポートする2つの事実例が証拠two facts example or pieces of evidence とかを書かないといけない。随分細かいね。そして15分間止まらずに書きなさいということになっています。write without stopping for 15 minutes。15分書き続けるのはライティングスタミナっていうのをつけるためって先生に言われてる。15分書き続けるのって、大人でも多分大変だと思うんだよね。でたださっき言ってたみたいに In my opinion で書き始めましょうとか2つの理由を書きましょうとか、その2つの理由にそれぞれサポートする事例や例を2つ書くとか、ライティングのテンプレートみたいなものがちゃんと指示をされているんだね。でそれに沿って書いていくと自然とたくさん書けるような仕掛けがしてあるように僕には思います。僕も昔英語の TOEFL とか IELTS っていった英語の試験を勉強した時があるんだけど、ライティングではそういった型テンプレートみたいなものをいくつか覚えてると書きやすかったのを覚えてるかな。てか書きやすかったって言ってるけど大変だからね。そうだねちなみにこの小学生を宿題をやらなければいけないかというライティングの宿題について朝日はどういう回答を書いたの？もうやんなくていいんじゃないかって。やっぱりね。だってもう僕のクラスの半分の子が平日ほとんど埋まってんの。習い事とかで。他にもライティングを楽しみながらトレーニングできるような取り組みっていうのはあった？毎週の宿題ではないんだけど Author Share っていうイベントみたいな会があった。小説を書いてでみんなで朗読するの。で朗読する日には親とか他のクラスも招待してでいろんな大人がいろんなこの作文とか小説を聞いてるってみたいな感じだね。この回確か渡米してすぐ最初の冬にあった回だったよね確か。ですごい大変だったと思うんだよね。渡米してすぐ英語でお話を書くっていうのね。しかも小説っていうね、小説を書くんだもんね。お話を書く、それを英語で書くっていうね。ただ今になってよく見てみるとその時の文章って文法的に結構違ってそうなところもあるんだよね。でも多分ね鉛筆で書いた時は多分文法も全部おかしかったと思うけどその後にコンピューターにも移してるから、それで直したりもしてた。その文法的に違うところ、宿題見てても時々見かけるけど日本の受験英語に慣れ親しんだ僕の視点からすると結構違ってるなって思う時もあるんだけどその文章は先生にはあんまり直されないもんなんですか？とにかくたくさん楽しく書くことにフォーカスしてて、直されない。それも結構言われるんだ先生に、とにかくたくさん書こうね気にしないでたくさん楽しく書きましょうみたいなことも言われるんだね。もうどうやってスペルするか分かんなくて、聞いたら「Well, you can guess」って前もフォニックスとか紹介しましたよね。でそういう力を使って、guess なんとなくで
書いてみるっていうのが。推測するっていうね。うん、で大きくなってきたら直されたりとか、もちろんテストの時には、丸がついたり×がついたりっていうのはするのかもしれないけど、まだ、3年生4年生ぐらいだともうとにかく書き続けるっていう、知的体力をつけるっていうのがきっと優先されるんだね。そうだね。3単元の S とかね、指摘をされまくってた僕の小さい時の頃に教えてあげたかったというような気がします。いい環境で英語の勉強できてるなと、ミスしても許される環境でトレーニングができてるのは羨ましいなというふうにいろんな方法があるなと思いました。じゃあここで、もう一人妹がいるのでファーストグレードの妹の宿題もちょっと見てみましょうか。いいね。1年生もね、多分ここら辺から見るとね似てる。多分ね、これ見たらわかるけど、毎週リーディング、算数とライティングはスペリングだ。スペリングって例えば bird とかそういうのをね、そのスペルを間違えないように練習するっていうやつかな。ちょっと見てみましょう。これだ。Weekly reading log for first grade。ゴールが20分、20分読んで、毎日読んでここに書いていくっていう感じだね。20分のリーディングは一緒だね。時間は変わんないのかな。で学校で習った算数の練習問題。そうで算数、こんな感じ。これ横向きだ。ファーストグレードのは、横向きだね。文字が大きい、絵が大きいというような感じかな。とあとスペリング。俺まだやってないんだよね。ティクタクト、つまり丸×ゲーム。Complete tic-tac-toe. Choose 3 activities in a row to complete. つまり縦か横か斜めか好きなアクティビティを3つ選んでそれを全部やるのか。ちょっと見てみよう。じゃあ例えばこの横の列やるとしたら Rainbow Write your sideways じゃあサイドワードを何個か書けってことかな。3 times each Write the words 3 times each。 じゃあこれ example だと例だと and って書いてあると、これは pyramid Write your words in the shape of a pyramid。 じゃあ一番上が A でその下が N でそのまた下が N って感じでピラミッドの形になるね。1文字が一番上、次に2文字の単語、3文字の単語、そんな感じでピラミッドみたいにしていこうということね。で表紙に書いてあるのは何？表紙多分ここにねチェックをつけて、でここに名前を書くみたいな感じかな。スペリング words って書いてあるのは3 spelling activities で、この spelling words が and 多分ね、その学校で、毎週金曜日とかにテストをしてて、僕もサードグレードの時によくやったけど、多分この週は今週は、CH と TCH を使ったこのスペリング、フォニックスのね、フォニックスの単語のスペリングを多分チェックしようとしてるんだと。ちなみにこの10個の英単語は書き取りの宿題になっていて、親がその英単語を一つずつ読んでいって子どもがそれを正しくスペルできるか書き取るというような宿題になっています。ただ私の発音が悪すぎて、1年生の妹からですね、
そんな単語は今週の宿題にないって怒られたことがあります。ちょっと親の英語力もなかなか試される今日この頃です。面白いねそれ。うん、というわけで今回はアメリカの現地校の宿題について紹介してみました。いかがでしたでしょうか？はい、アメリカの小学生はこういう宿題を毎週こなしてるんだね。1週間分月曜日に渡されるから宿題の量は一見多そうに見えるけど、1週間のうちどこでやるかは自分で決めていいという風になってるから、マネージしやすいかもしれないね。例えば今日は習い事があるから、ね、朝日のサッカーの練習があったりすると、その日はあんまりできないねとか、サッカーの練習がない日は今日は多めにやろうかとか、そういうやりくりができるんだね。日本ではさ、よく1日ごとに出たりするじゃん。そういうのってなんか習い事があるとちょっとね、やりにくいかもしれないね。やりにくいね。そうだね。最初の方は金曜日に宿題バケットを持っていくのを忘れたり、持って行ったけど出し忘れたりしたことがある。よく。そうだね。最初の保護者面談の時に朝日の宿題提出率が6割って言われて、とってもびっくりした覚えがあります。6割？そう言われたの？半分ぐらいしか出てませんって言われたことがあります。宿題を出してくれとか、先生がねリマインドとかしないからね、そんな言わないから、1週間の間で自分で計画的にやらないといけないのはどちらかというと日本の学校よりも大変かもね。そういう違いがあるんだね。では最後に今回ご紹介した英語はこちらです。まず最初に Homework Packet 宿題パケット、次に Due Return by か、Due Date つまり締め切りです。そして Read a minimum 20 minutes each day、最低20分読んでくださいっていうことですね。そして Graphic Novel Non-Fiction Fiction、リーディングのジャンルです。グラフィックノベルは漫画、フィクションはフィクション、ノンフィクションはノンフィクション。Reading book Title Author Find out。 リーディングログは普通に自分が読書して思ったこととかを書く感じですね。そして Title、 その絵本のタイトル、名前の通りです。日本語の通り。Author 作者。次に Find out が中から見つけるとか、そういう何かを知るっていう意味ですね。次に Opinion Writing Reasoning Facts Examples。Opinion Writing は自分が思っていることを書く。小説の書き方みたいな。自分が思ってることを本とかに書く人もいますよね。で Reason Facts Example。 Reason はなんで自分がそう思うか。で Facts は真実とか事実とかそういう意味です。で Example は例っていう意味ですね。Write without stopping 15 minutes。minutes って minutes。分ですね。つまり、止まらないで15分間書き続けましょうという、難しい宿題もアメリカにはあります。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、英語に関する質問もコメント欄でお待ちしております。英語に関しての動画はノンネイティブの小学生が現地校でどのように英語を学ぶのかを紹介したビデオもあるので、まだの方はぜひ見てくださいね。ぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。さようなら。